んな気がしていたけれど、2年になるクラス替えで林田先生とはクラスが分かれた。可是那个老师可好了。昼ご飯。ねえ、あの人一個上って本当？ダブってんだ。なんで？なんか将棋とかやってんのって。よくわかんないけど。何それ、将棋っておじいちゃんがやるもんじゃないの？哦不，怎么已经被孤立了？ダブったの？学校サボって。そうなんだ。出ようと。クラスの子たちはクラス替えが済んだ瞬間にグループになっていて、留级或者插班就有这种問題。その中に飛び込む勇気もスキルも持ち合わせてないダメな僕は一体どうしたら。よ、入れてくんない？こんな感じか。爽朗。もっと普通に気負わず。ねえ、一緒に食べてもいいかな。こんな感じにさらっと。なんて普通にできてりゃ。就不是零啊。ダメ、無理、噛む、絶対噛む自信がある。まあ、想定はしてたことだ。また粛々と一人で過ごしていけばいいだけだ。あと2年。たったあと2年ぽっちだ。そんなことより、今は6月から始まる順位戦と、目の前の新人戦に集中だ。順位戦。僕のいる C1 クラスは総勢34名。その中で1年をかけて抽選で組み合わせが決められた。只会有越来越多同龄的人跟他不是一个世界了，感觉。その対戦予定表の中に二階堂の名はなく。どういうことだ、桐山。知らないよ。お前今戦だがや。俺今から行く。待ってろ。こうだったら新人戦で当たるしかないな。惜しいことに俺とお前は A ブロック B ブロックに分かれてしまったが、そんなの決勝まで勝ち残ればいいだけのこと。決勝までって言った？おい、こら。下一个季度会有他们的决赛吗？我会很期待。怎么突然有一种柯南的感觉？还是那么中二。そうだ、頑張ろう。新人戦も順位戦も今の僕にできることはそれだけなのだから。别这样，别。頑張ろう。また一から一つ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 。很孤单的。老師是這樣的，這就很他。先生、何してんすか。生徒さんほったらかしちゃダメじゃないですか。何でもクソもあるが。生徒にそんな顔。他也是他的學生啊，也不會撇下他的。そんな顔ってどんな顔？こういう顔だよ、こういう。で、いいんですか？前の学年の担任が今年も去年の生徒とご飯食べて。ああ、大丈夫。とある事情を抱えて出席日数ギリギリだった。心を閉ざし気味の生徒の曇りが。大家都表示理解吧。先生、早く言ってあげてって。林看得很輕啊。でもさ、桐山お前、なんでまたここに来ちゃってるの？新学年の新学期、今がまさにハンターチャンス。
今頑張んないでどうすんの？って頑張ってるよな。だから先生、お前にこれ以上頑張れなんて言えねえよ。で、先生考えた。将棋部を作ろう。会有同好加入。将棋部？他只需要組建一個自己的圈子。そんならお前を構ってもおかしくないよな。だって顧問だもん。いや、でもそんな簡単に。5人集めて顧問がいりゃ部は作れる。いや、でも。あと4人探しゃいい。4個人應該還是能勉強找到的吧。他都不想放棄。沒有逃避哦。不要封閉起來。肯定會很開心的，也是邁出了第一步吧。もちろんあれだろ？俺にも指導してくれるんだろ？はい、もちろん。誰是顧問？ただでプロの指導イエス！俺、天油断の壁を越えたいんだよ。擱這兒等着呢。憎いやつがいて勝ちたいんだよ。先生、感動したのに。也確實很體貼了。不是很多他們社團都有那種就是衝人數的嗎？将棋？すみません、あんまり興味が。ってどういうこと？俺こんなに将棋大好きなのに。すいません。いや、お前が謝るこっちゃねえだろ。いえ、なんとなく。そうだ。野口！林田先生、お久しぶりです。很詭異。沒有人想知道。啊，完美融入了，屬於是。良い質問ですな。この論文の執筆のために昨年屋上で稲作を執り行った際に収穫されたものでしてな。ちょっと待って。他們好拼啊。誰に提出するの？つうか学校で自給自足しちゃダメでしょ。もうどっから突っ込んだらいいのか。できねえ。本題は忘れてた。そうだった。野口、お前将棋できねえ？将棋。幼少の頃祖父に習った程度ですが、いやはやあれは奥の深いゲームですな。やったー。いや今さ将棋部作ろうと思ってんだけど全然5人集まんなくてさ、やっと1人いた。這哥們兒看上去像30好幾了，說真的。このままでは5月の部の予算會議で廃部にされるかもしれないのです。え、何？部員いっぱいいたじゃん。どうしたの？先輩たちは皆卒業なさいました。
ちょっと待って、あの人たち先輩だったの？科学部はこちらですかな？他高一就はい、良い先輩たちでした。入部したその因为他长得太成熟了。なんとか部を存続させ、若い人たちに科学の素晴らしさを伝えたかったのですが、たった4人になってしまっては、それももう这种凄凉的感觉是什么鬼啊？論文さえ完成していれば。いや、してても科学の良さは伝わるかどうか。ちょっと待てよ。そうだよ、お前たちさ、もういっそ互相就是充人数。就算我记得灵能100%他们也是2个部是就是融合起来的。初心者でお恥ずかしいですが、私にも教えていただけますか、桐山君。学長真是好人啊。もちろんです。というわけで、放課後理科クラブ改め、放課後将棋科学部。看到林這樣子幸福的表情，真的很為他感到高興。部活か。しかも将棋の。な、言ったろ。帰り道先生はアンゼルより有無が安しって俺の経験上だと8割方真実なんだよねって言ってニヤッと笑った。也是過上真正同齡人的生活了。社團活動。僕の隣はいつも空席だ。隣桐山？うっそ、絶対やだ。はい、先生席変わっていいですか？こら金田、勝手言うな。ねえいいでしょ。金田くん早く座りなよ。もう席空いてんじゃん。先生いいでしょ。ああ、もう好きにしろ。やりはい、4年5組出発します。こら早く座れ。こういう時いつも思う。嫌なら嫌で構わないから、もう少し静かに目立たないようにやってくれないかなって。那也不行啊，不对呀。でもバスが動き出して少しほっとした。だって他跟這些人沒有共同語言。如此灰色的世界。虽然老師覺得這是在幫忙，但是其實是另一種。也解決不了問題的根源。真的還是要
走りにならず、堂々とゆっくり歩けば目立たない。普通に普通に。よし、着いた。哦不，うわ、冷た。湿ってる。そうだ、クリアファイル敷けば大丈夫か。好可愛。あ、アリいっぱい。あ、お弁当に登らないで。あ、そうだ。そうそう。そういえば、アリは飴をどうやって運ぶんだろう。少しずつ舐めて溶かして運ぶんだろうか。あの小さな口で。お父さんの本から写させてもらった117手詰め。おお、解けたのか85手詰めが。すごいそれ。俺がそれを解けたのは中学に入ってからだったぞ。僕を引き取ってくれた父は騎士だった。哦，刘， 19歳でプロになったという。もし僕がこの問題を解けたら、他就又可以得到夸奖，得到认可。集合、走れ。もう1時半？やば、片付けてない。忘れ物は、あれ？飴、もうあんな小さい。すごい。知らなかった。アリってあんな小さいのに、ものすごい速さで飴を溶かすんだ。他们是在一个团体里啊，而不是一个人，一个蚂蚁。トイレが混んでて。很多事情只靠自己一个人是不够的呀。桐山、隣は？大丈夫です。最初からいません。あ、そっか。よし、じゃあ揃ったな。出発するぞ。最初からいません。とっさにそう答えた瞬間、胸が詰まった。先生、僕の隣はこのまま一生空席なんで哦，しょうか？不会的。はい、次は5番の席、菅原君と対局です。そんな僕にとってそれは魔法の切符だった。お願いします。その切符さえあれば。都是坐到对面呀。この切符が僕の命綱だった。どこにもたどり着けなくてもいい。乗り続けていられる。ただそれだけでもいい。无尽的列车，もう僕にはいる場所がない。这让我也想到了岛田之前的话。この切符だけが僕を明日へ運んでくれる。これだけは死んでも離すわけにはいかなかった。守り抜かなくては。何に変えてでも。他现在是生命中也有
也可以有很多其他的重要的事情。桐山、何ぼーっとしてんだ。早く座れ。動いたんだ。すげえぞ。身邊有人呢。なり捨てが講師なんだよ。同金に77比でどうする？桐山、お前どう見る？残り時間は？藤本桐生が8分。兄者はもう3分切ってる。77比に対して飛車の頭を叩いて64金と出て先手を取って受ける。64金？73歩じゃなくて？それだと62角が厳しい。僕が変わったわけではない。そして周りが変わってくれたわけでもない。ただ気が遠くなりそうな日々を必死で指してただ指し続けているうちに、ある日ふと同じ光の差す方へ向かう人たちと一緒に旅をしていることに気づいた。他们都是在這樣的列車上，拿着相似的車票。そして今日も目の前に座る人がいて。哦，我很期待他們應該之後會有對決吧。また一つ新しい物語が始まる。光。啊，這集就結束了。不過我覺得這個結尾真的還是又酸澀又暖心吧，而且我也很期待就是接下來的故事，尤其是玲他現在也是進入到一個新的社團吧，應該也會有更多校園內會發生的事情吧。他是來到了一個新的班級，而且確實從第一季來看，沒有太多的筆墨放到玲他的這個校園生活上，畢竟也比較短暫嘛。就像這一集一個核心的點就是在於玲他的身邊自始至終在同齡人這個至少在同齡人的圈子裡面，他身邊一直是空的。他有內心調整好去面對這樣子一個事情，但真正他意識到他說出這句話的時候，心裡還是會難過。甚至到了現在的高中生活，他還是像複刻他小時候的孤獨一樣。我也很高興，就是在老師的幫助下，玲他現在也真的算是有了一個社團吧，雖然是合併的社團，這也是他從孤獨走向羈絆的一大步吧。就像那些螞蟻一樣，大家都是這樣互幫互助、團結一心的去做成了一件事情，而不像在將棋的世界裡，很多事情都是靠他一人去完成的嘛。我很喜歡結尾，就是玲的這一段內心獨白，真的很戳中我吧。就是他把這個列車當做自己唯一的棲身之所，要一直不斷的比賽，拿着這個門票、車票，他才能夠繼續向前。他的對面也會自動的源源不斷的有人就是坐在他面前。如果他失去了這個車票、這個比賽的門票，他可能又會成為孤單一人。雖然這個坐在對面的人是他的對手吧，是一種基於勝負的單向的連接，但是成為了玲他就是對抗孤單孤獨的一個寄託，一種寄託吧。玲也說了，如果沒有這個車票，他就會失去他的棲身之所。那樣的世界是他無法掌控的吧？至少在將棋的世界裡面，他是能夠有一方天地和他所掌控的地方的。也像玲說的，只有這個車票能把我送到明日，這是他的一個生命線。這我覺得也是跟他的童年遭遇這些經歷就分不開吧。其實是有略顯悲觀的一個想法，就是除了將棋，他沒有其他可靠的方式去把他送到明天，這是他即使死也不能放手，不論任何手段都要守護的車票。這是他自認為去證明他自價值的唯一標準。
我覺得這個確實是有些悲觀了。一方面，將棋是他對抗孤單的武器吧，但另一方面也是一種自我囚禁的枷锁。我真的很希望林能意識到，有很多其他的人和事也是他生命中非常重要的組成方式。我也很喜歡到最後有非常多其他棋手的這個向光走來的這麼一個畫面吧，一個群像。畢竟他们這些將棋手也是一個群體，這個群體本身就是一個個旅途吧，他們都是這趟車的乘客，所以林呢他也不是孤獨的。這一季確實也看了挺久了吧，但是我是非常非常喜歡的。第二季呢，我肯定是會繼續看下去的，我會把它都更完。非常非常感謝大家的陪伴，那我們下一集視頻再見啦，拜拜。